生存の奇跡を遂げた兵士たち。ナチス占領下のヨーロッパでの逃走劇。ナチス占領下のヨーロッパで多くの抵抗運動員や一般市民が逃走劇を繰り広げました。これらの逃走劇は、度重なる追跡をかいくぐり、時には地元住民や秘密組織の助けを借りて、自由を勝ち取る壮絶な物語です。占領軍に追われる中で、これらの人々は地下組織のネットワークや秘密の避難ルート脱出路を利用しました。多くの場合、これらの逃走劇は地域コミュニティの協力なしには不可能であり、占領下の困難な状況下でも人々の連帯感を示しています。例えば、フランスの抵抗運動員ジャン・ムーランは数々の逃走劇を成功させ、最終的にはナチスの手から逃れるために多くの協力者の助けを借りました。彼の物語はナチスに対する抵抗の象徴とされています。ナチス占領下での逃走劇は単なる生存の話ではなく、抵抗と勇気の証として今日にも語り継がれるべき重要な歴史です。動画の途中ですが、チャンネル登録、評価をいただけましたら嬉しいです。太平洋戦線の遭難者物語。太平洋戦線では、多くの兵士が戦闘の混乱で孤立し、無人島などでのサバイバルを余儀なくされました。これらの兵士は、自然の脅威を乗り越え、時には数ヶ月にわたって救助を待ち続けたのです。これらの兵士は、船が沈んだり、飛行機が撃墜されたりした後、過酷な環境下で生き残るためには、食料を見つけ、シェルターを作るといった基本的なサバイバルスキルが求められました。自然環境との戦いは、彼らの生存本能を極限まで引き出しました。アメリカ海軍パイロットのルイ・ザンペリーニは42日間もの間、太平洋を漂流した後に日本軍に捕らえられました。彼のサバイバルの経験は、後に不屈の男として知られるようになり、その壮絶な体験は多くの人々に感動を与えています。太平洋戦線での遭難者の物語は、人間の生存能力と精神力の強さを教えてくれる貴重な証です。東部戦線の過酷な撤退。東部戦線では、特にドイツ軍にとって、1943年以降の冬の撤退が、最も過酷な試練の一つでした。食料と燃料が不足し、極寒の中、生き残るための戦いが繰り広げられました。撤退するドイツ軍は、ソビエト軍の反攻により、供給線が断たれ、数多くの兵士が飢えと寒さで命を落としました。生存者たちは、凍える寒さの中で廃材を燃やし、時には戦死した仲間の装備を利用して、なんとか暖を取る試みが行われました。あるドイツ兵は、撤退中に凍結した川を渡る際に、氷が割れて水に落ち、凍傷を負いながらも仲間によって救出され、一命を取り留めました。彼らは夜間に小屋を見つけ、そこで暖を取りながら、敵の目を逃れ続けました。東部戦線の撤退は、ドイツ兵にとって物理的なみならず、精神的な極限状態を強いる出来事でした。その過酷な状況で生き延びた兵士たちの話は、戦争の厳しい現実を私たちに思い出させます。奇跡的な脱出とその影響。収容所からの脱出。第二次世界大戦中、多くの囚人がナチスの強制収容所からの脱出に成功しました。これらの脱出劇は、極限の困難と危険を伴いながらも、人間の生きる希望と不屈の精神を象徴しています。収容所からの脱出計画は非常に複雑で、しばしば他の囚人や外部の抵抗グループの協力が必要でした。計画は密かに練られ、実行は極めて厳しい警備を逃れる必要があったため、非常に危険で困難を極めました。ある有名な脱出事例として、ソビボル強制収容所からの大規模脱出が挙げられます。1943年に発生したこの脱出では、囚人たちが収容所の武装警備員を攻撃し、約300人が脱出に成功しましたが、多くは逃亡中に捕まり、または殺害されました。収容所からの脱出は、囚人たちにとって自由への渇望だけでなく、生存のための絶対的な必要から行われた行動であり、戦時中の人間精神の強さと決断を今に伝えます。戦火を逃れた市民の証言。第二次世界大戦中、無数の市民が空襲や戦闘地域からの避難を余儀なくされました。これらの人々の体験は、戦争の恐怖とその後の人生における深い心の傷を私たちに伝えるものです。市民たちは予告なく行われる空襲や迫り来る戦線から逃れるため、
しばしば家族や財産を置き去りにして避難しなければならなかった。避難中には食料や安全な避難所を求める困難が伴い、多くの場合、長期間にわたる影響を受けました。ロンドンのブリッツ中、数多くの家族が地下鉄の駅やシェルターで夜を過ごしました。彼らは日常生活を一変させるような恐怖と不安の中で生活を続け、戦後も精神的なトラウマに苦しむことになりました。戦火を逃れた市民の証言は、戦争が前線だけでなく、家庭にももたらす破壊と苦痛を浮き彫りにし、平和の重要性を改めて私たちに認識させるものです。特殊作戦による救出。戦時中、特殊部隊による救出作戦は、捕虜や孤立した兵士を救出するための極秘、かつ危険なミッションでした。これらの作戦は、限られた情報と資源の中で行われ、成功した場合には大きな戦略的価値がありました。特殊作戦は、敵地深く潜入し、厳重な警備を逃れながら、捕虜を安全な場所へと移送する必要がありました。これらの作戦は、高度な訓練を受けた部隊によって実行され、しばしば戦争の結果に影響を与えるターニングポイントとなりました。1945年、フィリピンで実施されたカバヌアタン捕虜救出作戦は、日本軍の収容所から500以上の連合国兵士を救出する大規模な作戦でした。この救出は、地元ゲリラの協力を得て行われ、多くの命が救われました。特殊作戦による救出は、戦争中における人命救助の努力と勇気の証であり、戦争史の中でも特に感動的な章として記憶されるべきです。生存者たちの後の人生、戦後の心の傷、第二次世界大戦の生存者たちは、戦後も心的外傷後、ストレス障害 PTSD や、その他の精神的障害に苦しむことが多く、彼らのケーススタディは、戦争が個人に与える長期的な影響を明らかにしています。戦争体験による深刻な心の傷は、帰還兵だけでなく、戦火を逃れた市民にも見られ、多くの場合、専門的な治療やサポートが必要とされました。社会への再適応は、困難を伴い、しばしば長期にわたるプロセスが必要でした。ある第二次世界大戦の退役軍人は、帰国後も夜間の悪夢に悩まされ、日常生活に大きな支障をきたしていました。彼は専門の治療を受け、戦争体験を語ることで、徐々に回復へと向かいました。戦後の心の傷とその治療は、戦争が個人の心理に長期間にわたって及ぼす影響を示す重要なテーマであり、社会全体でこれらの問題に対処することの重要性を示しています。記録としての証言、多くの生存者が戦争体験を書籍やドキュメンタリーに記録し、後世に戦争の実態と教訓を伝える貴重な資料を提供しています。これらの証言は戦争の悲惨さをリアルに伝える手段として非常に重要であり、特に若い世代に戦争の現実を教え、平和の大切さを認識させるための教育的な役割を果たしています。ビクター・フランクルの著書夜と霧は、ナチスの収容所での体験をもとに書かれたもので、人間の意志の力と極限状況下での精神的な生存戦略を語っており、世界中で読まれています。生存者による戦争の記録と証言は、私たちが過去の過ちを繰り返さないための継承として、また平和への理解を深めるために不可欠な資源です。平和への貢献。戦争体験を持つ生存者の中には、その経験を生かして平和活動に尽力する人々がいます。彼らは地域社会や国際社会で平和の重要性を訴え、実際の平和構築活動に積極的に関与しています。これらの生存者は、戦争の悲惨さを熟知しており、平和がいかに貴重かを深く理解しています。そのため、彼らは平和推進のための教育や活動を通じて、自らの体験を世界に伝える使命を持っています。ノーベル平和賞受賞者であるエリー・ビーゼルは、ホロコーストの生存者として、彼の人生を平和と人権の促進に捧げました。彼は講演や著作を通じて、戦争の記憶を未来の教訓とすることの重要性を説いています。戦争体験者による平和への貢献は、彼らが持つ独自の視点と体験がもたらす影響の大きさを示しており、彼らの活動は世界の平和維持に不可欠な役割を果たしています。